こんにちは。最近アメリカから日本にとても嬉しいニュースが届きました。ニューヨークの市長選挙でマムダニ氏が勝利をしたという嬉しいニュースです。そしてアメリカにトランプ大統領対マムダニ市長という対立が生まれました。さあ、トランプ大統領は資本主義社会が大好きです。資本主義社会はお金儲けができます。そしてトランプ大統領は資本主義社会の勝利者です。たくさんのお金を持っています。それに対しマムダニ氏は社会主義を掲げています。格差をなくして誰もが平等に豊かに生きられる社会主義社会を目指そうとしています。さて、大統領選挙はいつも共和党対民主党の戦いとして行われます。さて、共和党は資本主義社会を支持しています。そして民主党もまた資本主義社会を支持しています。だからアメリカの資本家や富裕層にとってこの戦いはとても都合のいい戦いです。共和党が勝っても民主党が勝っても資本主義社会は変わりません。ところがマムダニ氏は社会主義社会を掲げています。世界の資本主義の中心である、そしてアメリカの、そしてそのアメリカの最も中心であるニューヨークで社会主義社会を掲げる市長が誕生しました。もしかしたらアメリカが資本主義社会から社会主義社会へと移り変わっていく第一歩が始まったのかもしれません。なぜならマムダニ氏を支えたのは多くの若者だったからです。そして今アメリカの多くの若者の中に社会主義を支持する人がものすごく増えているそうです。アメリカで社会主義が現実になろうとしています。さあ、社会主義を考えるときに立ちふさがっている大きな問題があります。それはマルクス主義です。かつてマルクスは資本主義社会から共産主義社会へ移っていく論理を打ち立てました。マルクスは資本主義は必ず共産主義社会へ移っていくんだと論じました。そしてこの共産主義社会というのは格差のない誰もが平等な社会です。そして誰もが心豊かに幸せに生きる社会です。マルクスはそのような理想の社会を共産主義社会に描きました。しかし現実はどうだったか。現実はとても独裁的な社会が生まれました。現在共産主義社会というのはとても独裁的な社会となってしまっています。さて、マルクスは資本論という本を書きました。そしてこの資本論の中で資本主義社会の経済を徹底的に分析をしました。そしてこの本はたくさんの人たちの共感を得ました。さて、マルクスは共産党宣言という本も書いています。そしてこの本の中でマルクスは
資本主義社会から共産主義社会へと移っていく、その道筋を論じています。その道筋というのは、労働者が団結をして資本家を倒すという革命のことです。マルクスは、労働者は資本主義社会の中では資本家の奴隷だと言いました。そして奴隷とされているその労働者が資本家を倒すことによって社会の主人公になる。そして社会の主人公になった労働者が新しい共産主義社会を作っていくんだと論じました。さて、私たち現代社会を生きる人間は、マルクスのこの資本論の間違いを明らかにすることができます。そしてマルクスの共産党宣言の間違いを明らかにすることもできます。そしてそれらの間違いを明らかにしたら、この社会主義社会への道筋が明らかになってきます。次、私たちが望んでいる、求めているこの社会主義社会とはどのような社会なのか、そしてこの社会を作っていくためにはどうしたらいいのかということが明らかになってきます。さて、最近このような本を出しています。Amazon から出版をしていますので、よかったらどうぞ一度読んでみてください。この本の中に今回話をした内容をもっと詳しく、もっと分かりやすく書いています。そして社会主義社会について共に考えてほしいと思います。どうぞよろしくお願いします。